八代あかねです。今日ご紹介するのはこちらじゃーん MGA ミニバースメイケンミニフーズハロウィンバージョンイエーイ。今までにも何度かご紹介しているこちらのミニバースシリーズ、今回ハロウィンバージョンが出ました。ちょうどねハロウィンの季節なので買ってみました。こちらレジンを使って作る本物にそっくりな食べ物や飲み物のミニチュアということでね、早速作っていきたいと思います。こちらねハロウィンシリーズ1って書いてありますね。なのでもしかしたら年ごとに2、3と出ていくのかもしれません。このねミニバースシリーズ、一応告知段階ではクリスマスのシリーズとかもね出るみたいで、結構新しいシリーズ続々と出ているのでね、視聴率が良ければ今後も続けていきたいなと思っているシリーズでございます。まずねパッケージ見ていくと、MGA ミニバースということでね、LOL サプライズとか77サプライズを出してる会社さんのおもちゃでございます。メイケンミニフーズのね名の通り、こうやってね自分でドリンクとか食べ物とかのおもちゃミニチュアを作って遊ぶことができるよというシリーズですね。先ほども言いましたけど、レジンを使って作るおもちゃなので、お子様だけでね遊ぶのはちょっと危険かなと思うので、対象年齢8歳以上って書いてありますけどね、大人でもかなりレジン手についちゃうのでね、レジンアレルギー性物質あるので、やる方はぜひ手袋を用意してやってみてください。今回ね2つ買ってるのでね、中身被らないといいなという感じなんですけれども、早速開けていきましょう。こういうね季節系シリーズって買っちゃいますよね。あ、ペリペリは最悪ですね。この2層目のスリーブのイラストがめちゃくちゃ可愛いですね。めっちゃハロウィンでございます。ハロウィンハロウィンってキャラメルアップルがめっちゃ描かれてますね。2層目これも全然開けさす気ないみたいです。よいしょ。今回カプセルのね下の色がオレンジ色でございます。いきます。入っているのは123、かわいい、45677で、あとはこの説明書系ですね。結構盛りだくさん入ってますね。で今回ねハロウィンということで、すごいカラーが完全にハロウィン仕様になっております。このねミニバースのいいところは本当に無駄がなくてですね、この黒いのをここにはめまして、でこれをねこうやってくっつけると机になるんですよね。今回こうテーブルクロスみたいにチェックの模様がついております。いつもね白の無地なんですけど、すごい可愛いですね。こんな感じ固定されてるのであんまりグラグラしないです。でさらにねこのキャップをかぶせることでこのままディスプレイケースになるよっていう、かなりエコ意識の高いねおもちゃになっております。さあ入っていたものを並べてみました。こんな感じでねかなり盛りだくさんなんですけれども、説明書はねいつも通り3カ国語入ってます。今回ね使うの英語だけなので、こちらを読むと説明書的には今までのと全く同じコピーですね。レジン使いますよっていうことと、あと紫外線でね固まりますよっていうことです。UV ライト持ってない方は日光に5分間当てると固まるよって書いてあるんですけど、UV ライトね、こういうネイルとかのやつライトとか持ってる方はこっちの方が断然早いので、あとね物によってはねちょっと5分だと不安かなって感じる時もあるので、ライト持ってる方はぜひライト使うことをおすすめします。特に今までと変わったことはなさそうですね。でなんかねこのランチョンマットみたいなのついてました。まだメニュー見てないんでねわかんないんですけど、多分これが入っているものは限られているんだと思われます。そして小袋が6個も入ってるんですけれども、これね今までと同じようにこの袋の上の部分点線がついてるので、ここを切るとショップのねスーパーの袋みたいな形になるよってことなんですが、今回ね完全に紙の袋で来ているのと、ここさすが海外だなって思うんですけど、こんな感じでねもう全然袋切れる場所が歪んじゃってる、なんか止められちゃってるみたいなねのもあるので、袋にならないのでね全部普通に開けてしまいたいと思います。まずこれが多分カトラリーですね。袋も可愛いんですけどね、とってもね紙なんでね、もう来てる時点でかなりくしゃくしゃのシワシワです。1個目がトングとスプーン、あとすごい今回はこれ特別仕様ですね。こ
ちら、この蓋のね、取っ手でございます。最初なんだろうと思ったんですけど、すごく可愛いパンプキンの取っ手になりました。これめっちゃいいディスプレイになりますよね。こんな感じです。いや、嬉しいな、これ。で、じゃあ次、こちら、多分レジンが入ってるかな。いきます。せーの、じゃん。あ、違う、スプリンクルだ。スプリンクルが入ってました。すごいハロウィンカラーのめっちゃオレンジと黒のスプリンクルですね。このね瓶が可愛いプラスチックのねちゃんとした瓶なので、これまあ全部使わなかったらそのままミニチュアのドール遊びでも使えそうですよね。可愛い。Have a spooky day って書いてありますハロウィン仕様になってる。さあこれはねなんかすごい大きいんですよ。いきますよ。黒お化けちゃんですね。いきますよ。じゃん。お、これがレジン系ですね。あ、これが多分あれかな、主役かな。これなんかね柔らかいんでこれいきましょう。主役は最後に取っておきたいですね。いきますよ。せーの、じゃん。あ、クランボーということでね、パイ生地砕いたようなやつだと思います。それを模した何かなんでしょうね。じゃあこれは何でしょう。せーの、じゃん。おー、すごいすごい。オレンジのトレイです。いいオレンジですね。ハロウィン感がすごい。あ、じゃあこれランチョンマットじゃなくてここに引くのかな。多分そうですね。じゃないと見えなくなっちゃう。さあ、じゃあ主役っぽいこれいきましょう。の、じゃーん。おー、きたー。やっぱりリンゴですね。すごーい。これはキャラメルアップルっぽいやつですね。やったー。いいじゃないですか。あ、今回ね、ハロウィンシリーズなんと3つしかないっぽくて、ラインナップが。これで終わりなんでね。なので、今回当たったのこの真ん中。でもこれ2個しか買ってないから、被る可能性かなり高いですね、正直。これでもいいの当たったんじゃないかな。でも、いや、これもケーキも可愛いし、飲み物も可愛いですね。うわ、これ全部欲しいな。けど、もうリベンジしたら 100% 被る。100%ではないけど、かなり高い確率で被っちゃいますもんね。でもパイも作りたいな。さあ、レシピがね、裏に書いてあります。さあ、やっていきましょう。どうやらね、トレーにもうレジンなんでね、くっついちゃうんですけど、トレーにそのままやるっぽいな。いや、かわいい、かわいい。ハロウィンのやつすごいいいですよ。これ、かわいい。このキャラメルアップルが一番ドール遊びで普通に季節関係なく遊べそうなミニチュアかもしれないですね。いやー、かわいいな。でもこのね、パッケージがどれもほんとかわいいんですよね。ハッピーサンファーム。でもこのラベルもちゃんとハロウィン仕様になってる。すごいすごい。で、クランブルここでも開けたら多分大変なことになる気がするんです。ちょっとこの紙の上に出しましょうかね。これもね、すごいパッケージかわいいんですよ。サンベイクドスイーツって書いてありますね。すごい消しゴムを細かく切った感じのクランブルが入っております。これをね、じゃあかける感じでいきましょうね。かなりこのリンゴに対してクランブル大きい気もしますけどね。で、一応開けれるものは開けておこう。すごい、これ賢いですね。ちゃんと半分だけが開いていてドバッと出ないようにしてくれてますね。これは賢い。でね、あとこのね、レジンの容器。この容器はね、可愛いんですけどね、中レジンなのでね、捨てなきゃいけないので、今日が見納めでございます。でも、このキャラメルアップルは、これディップするだけなので、もしかしたら手袋いらないかもしれない。次のやつがね、何かわかんないんであれなんですけど。そう、で、レジンなんでね、すんごいレジンの匂いします。すんごいレジンの匂いします。なのでね、換気をしましょう。やっぱりアレルギー物質なので、今後もこれで遊べるように私は手袋をしておきたいと思います。でも多分ね、この3つの中だったら一番レジンがかかりにくそうな気はするんですけどね。パイやばそう。いきます。結構ずっぽりいっていいっぽい。硬めの、かなり硬いレジンですね。今回。これつくレジン。なんか全然ついてない気がする。ツルツルのプラスチックに硬めのレジンなのでね、つきにくいよねとは思うんですけれども、なんかあんまり美しくない。硬いレジンなので尖っちゃいますね、このレジンがね。こんな感じでね、ズボッといって、ニュッと。微妙ですよね、ここら辺とかね。可愛くしたい。こんなもんですかね。これで、これにこのクランブルとかをこうやってかけていきます。
あ、なるほど。1個はクランブルかけて、1個はスプリンクルをかけるみたいな感じがいいのかな。結構ね、クランブルが大きめなので、多分、クランブルとスプリンクルをね、一緒に乗せるの厳しい気がするんですよね。やっぱり写真を見ても、どっちかだけにしてるっぽいですね。じゃあかけていきましょう。うわぁ、うわぁ、もっと大きい紙を用意するべきでしたね。皆さんやるときはこれを参考に大きい紙を用意しましょう。あ、そっか、でもリンゴ3つあるんだ。とりあえず1個目こんな感じですかね。ぽく見えます。ティッシュも引いてきました。これね、一応説明書だとスプーンでかける的なこと書いてあるんですけど、それやり始めるとね、本当にベッタベタになるので、このディップでね、十分だと思います、私は。形整えるぐらいかな。でもね、結構スプリンクルとかが大きめなので、思ったほどブサイクにならない感じがしますね。じゃあいきます。あ、かわいい、かわいい。すごくいいですね。かわいい、かわいい。これ2個しか乗らないじゃん。1個これどこに乗せろとって感じですよね。ギリギリ3つ乗るかな。乗る。よし、これでいこう。3つ目いきますよ。いいな、このリンゴはね、ほんと手につきにくいですね。前回のやつすごかったですからね。めっちゃ手につくし、悲惨でしたよ。これミックスでいきましょう。スプリンクルとクランブル。両方、欲張り。いい感じです。季節もの楽しいですね。パッと見てすぐ、あ、ハロウィンだってわかる感じがすごい好きです。クリスマスはね、なんかすごいね、ジンジャーブレッドハウス的なやつっぽかったですよ。今ね、この動画撮ってる時点ではまだ発売されてなくて予告なんですよ。なのでちょっとそれがそのまま発売されてくれるかどうかまではわからないんですが、さあどうだ、いいんじゃないかな。それでは固めたいと思います。あ、すごい UV ライトでね、めっちゃね、リンゴが光ってますね。蛍光リンゴですね。よし、じゃあ、これを固めてる間にもう一個作っちゃいましょう。かぶりだけね、避けたいですね。正直このリンゴのやつはかぶっても個数が増えるだけなんでね、なんかパイ2つ同じのあるとちょっとあれかなって思いますけど、リンゴはね、数増えるだけなんで、それでも悪くはないなと思うんですが、動画としてはね、いろんなの見せたいので、かぶんないでほしいですね。どうかな。なんか、わかんない。今パッと見た感じ、同じですね。どうかな。内容はね、あんまり変わんないとは思うので、でも、これは、かぶりましたね。かぶりました。これトレーだ。もうね、触って絶対トレーです。これリンゴ3つです。かぶってしまった。残念。はい、こちらね、かぶっちゃったんですけど、何個あってもね、困んないものなので、せっかくなので、じゃーん、家にあったスパンコールを使って、ハロウィンっぽいね、また別バージョンのキャラメルアップルを作っていきたいと思います。いやー、まさかのかぶりでしたね。3つしかないのでね、やっぱね、かぶりますよね。というわけで、もうどんどん開けていきます。じゃんね。もう完全にかぶりでございます。いやー、他のパイとかも見たかったな。ネットで来るものなのでね、選べないので、もうこればっかりはしょうがないですね。さあ、それでは再び同じ作業に入りたいと思います。ちょっと動画としてはね、変わり映えがない絵面になってしまって申し訳ないんですけれども、ちょっとスパンコールの色を変えてカラフルにいきたいと思いますよ。キャラメルもね、さっきのやつで足りそうな感じはするんですよね。どういう組み合わせでいこうと思ったんだっけな。1個はキンキラ金のゴールドにしてやろうと思ったんです。いきます。すごいすごい。これちょっと画面の端っこになってしまってました。すごいですよ。もうキラキラしすぎてピントが合わない。毒リンゴ作ってる気分になりますね。なかなかにゴージャスなリンゴになったのではないでしょうか。手がキンキラキンになってまいりました。さあ次のリンゴは毒々しい感じでいきましょうかね。自分のね、こういうスパンコール使うのも楽しいですね。ラメをかけるのはね、ちょっと至難の技なので手元作業で失礼しますが、紫はかなり毒々しいですね。大きめのラメも入れてみましょう。だいぶ派手な毒リンゴができそうです。こんぐらいにしといてやりましょうか。やっぱり足りましたね、全然。いい感じいい感じ。さあいきます。ギャー
やっちまいました。はい、スパンコールを片付けてる間に固まりました。まずね、こちらもともとついてるキットを使って作ったキャラメルアッポーになります。こんな感じ。このね、2つはもう完全にトレイにくっついてる状態で、この1個だけね、裏側にもスパンコールがあるので、くっつかずにいました。でもね、後でくっつけちゃおうかなと思います。バラバラしちゃうのでね、今見えやすいようにお盆から外すとこんな感じ。かなりね、クランブルゴツゴツしてますよね。いかついクランブルになっております。いやでもね、私不器用なんですけど、超レジン細工初心者でもね、こんな感じで勝手に様になってくれるのでね、ありがたいですね。で、2個目は完全オリジナルアップルになります。これはね、これが一番スパンコールがついているのでくっつきませんでした。黒と赤のね、スパンコールつけてみました。ハロウィンっぽい感じを意識して。で、赤がめちゃくちゃこぼれるというね、大惨事になりましたが、あとの2つはラメとスパンコールと、これはゴールドのラメですね。ゴールド結構好きですね。いい感じ。被っても一番痛くないやつ。まあ飲み物もでも被ってもね、2人分と考えればいいのかなとは思うんですけれども、なかなか楽しいキットでございました。これね、最後こういう風にポッとしまえば、これでね、完全にディスプレイになるよという形でございます。こちらのね、シリーズ、まだまだノーマルバージョンのフーズのシーズン2の方も購入しておりますし、あとね、そのクリスマスバージョンのキットもとても面白そうなので、そちらもね、購入考えておりますので、今後ね、ご紹介できたらなと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。See you!